ほう、モグラさん、雨がすごすぎて土から出てくる。かわいそう。目見えてないんやろ。どうすればええん？昔こんな感じのモグラを畑に逃がしてあげたわ。いいことしたと思う。クソ迷惑定期。農家さんに恨まれとるで。これもう犯罪者やろ。モグラって害獣なんか？ミミズみたいに畑耕すのかと思ってた。畑に対していいお仕事をする、ミミズが主食ってことやで。ミミズぶち殺すは作物の根ぐっちゃぐちゃにするわでクソ。キレッキレで土。これほんま好き。サンキューモグラ先輩。お腹空いてるやろからガムの差し入れや。マジかよ、もっと昔に教えて欲しかったわ。庭がモグラだらけでボコボコやったんや。別に爆発はしない。口にまとわりついて餓死するだけ。拷問みたいな死に方で草。なんで腹が膨らむんや。消化できんのや。モグラはどんどん食うからそのまま消化不良でチーンや。ガムが膨らむんじゃなくて肛門を詰まらせる感じか。消化できんでかすがいに張り付いたままになって最終的に何も消化できずに餓死するんや。人かすさ。モグラって可愛いイメージあるけど、実際はクリーチャーみたいな造形してるよな。寄生獣。これマジ？嗅覚全振りなんよ。モグラって実在したんか。童話の中のキャラだと思ってた。夏休みになるとこれいっぱい作ってうちの畑に刺しに行ってたな。効果あったんやろかほんまに。結構効果ある。これはどう使うんや？風車が回ると振動が地中に伝わってその振動をモグラが嫌がるんや。これただの飾りやと思ってたわ。意味あったんやね。モグラを刈り取る形をしている。怖い。絶対息の根止めるという決意を感じる。拷問器具かなんかだろこれ。D 型っていうのが兵器官でててや。モグラ、前方にモグラ取り機を発見。D 型です。D、デストロイ型。川よ。うちの根っこがたまに取ってきてたわ。Y の根っこもモグラ捕まえてきたことあるわ。生きてたから奪い返して話したけど。思ってるよりモグラって多いんやろか。モグラってバイキン、寄生虫やばいから猫ちゃんあかんで。Y は東組に肩入れするで。新潟県にはまた別のモグラがいるぞ。そしてモグラの分布と寝台が寝台か寝台か寝台かの分布は大体一致してる。これ豆な。無駄にモグラについて勉強なったわ。モグジェイミン多すぎやろ。どうでもいい豆知識やけど、オーストラリアに生息する有袋類のフクロモグラは、他の地域の一般的なモグラとは先祖が全然違うんや。先祖が全然違うのに、土の中で暮らすっていう目的のためにほとんど同じ姿に進化したんやって。割といい豆知識やな。フクロモグラ検索したらキモくて草。修練進化やな。手の形だけならオケラもそうや。そうそう。オーストラリアの環境だけ異質で面白いわ。冷え。バケモンで草。なんやそのバルタン星人みたいな爪。このチマルチンも英語名はモグラ入ってるんやな。風習悪。これが裸デバネズミか。人間と配合させてみたらどうなるんやろか。おしっこかけられて喜ぶ変態になる。これが、豊臣秀吉ですか。こいつも穴掘りうまいからな。シートン学園の生徒会長やんけ。こいつらはモグラではない。フクロモグラ、コアラの仲間。金モグラ、象の仲間。ハリモグラ、カモノハシの仲間。ミルビハリモグラ、ハリモグラの仲間。金モグラ土下座しとるな。無条件降伏したんだろうな。ハリモグラそんなイカれた生き物やったんか。ゾウこれでマジか？めちっさ。こうして見ると可愛い。モグラの骨格かわよ。化石で見つかっても変な再現されてそうやな。こっからあのモフモフボディは想像つかんわ。ティガレックスやん。恐竜の復元図も怪しいな。あれは骨格のデザインに忠実すぎる。砂のモフモフまんじゅう。砂漠金モグラ。上から見ると完全に歩くきなこ餅。かわよ。ケツつまみたい。飼いたい。この子高いん。もちもちしてそう。砂が柔らかいからかモグラのくせに手足がそこまでキモくないし、暑いから回路も白っぽくなるし、やっぱ砂漠って神だわ。モグラ、大半の人間が生で見たことがない謎生物。そもそも実在するのか。芋掘り大会の時お目にかかった。めっちゃ挙動ってて笑った。速攻で溺死してたの見たことあるで。触ったらいかんって言われたわ。バイキンやばい言われた。出てくる場所を間違えたモグラ。助けてあげてよ。つかモグラってなんでお外に出てくるの？目見えなくて適当に掘ってるから間違って外出ちゃう。思ったよりバカで可愛い。
モグラのイラスト、ヘルメットとサングラスとスコップとツルハシ書きがち。トンネル内でサングラスしたら見えないやん。トンネルから出たからサングラスつけたんやろ。可愛いよな。ツイッター、モグラおったパシャ。可愛くて草。毛がきめ細かいな。ふわふわやん。こんなモフモフしてるのか。秘宝、モグラさん、8時間に1本ミミズを食わないと餓死。雑魚。ソースは鉄腕ダッシュ。燃費ええな。寿命短い分はイラの8時間とは体感時間が違うやろ。8時間に1本なら無限にミミズ食べられる説。モグラって掘るのくっそ遅いらしいな。穴掘るのは歩く時の360倍のエネルギーを使うらしいで。1年間歩き続けてるようなもんじゃんそれ。じゃあ歩けやもう。Y だったら7時間まであぐらかいて見つけられずに死にそうやわ。裸でバネズミの寿命は30年くらいや。こんな姿で30年とか刑罰だろ。キモい。そんな外見してても競争社会なんやで。こういう顔の女いるよな。なんでこんな進化してハリネズミと名乗れるんやろな。勝手に分類したのは人間さんなんだよな。草ハゲる。オーストラリアで野生のピカチュウ発見、保護される。これは思ったよりもピカチュウ。誰だよ、色塗ったの？うおー。昔は日本にもピンクや緑の色とりどりのひよこがいたんじゃよ。あれもうないの？やっぱ動物愛護とかで思ったよりピカチュウ。600ボルトくらい？ポッサムかわいいな。ポッサムかわいいよポッサム。ポッサムくんのポケモン感。今日の収穫はポッサムという生き物を知ったことです。クワッカワラビーとかポッサムとか可愛い生物いてオーストラリアずるくない？一時期豪州に住んでいたわけだけども、ポッサム家に入っていたずらしていくことあるぞ。ポッサムは NZ で即射殺がベストの害獣扱いでしたね。うまいのかな？ポッサムは害獣なんだけど可愛いよね。世界最小のモモンガの赤ちゃんが小さすぎると話題に。生まれた時は米粒の半分の大きさ。ちっちゃいな。かわいい。お前の米粒は、どんなにでかいんだよ。米粒の半分はさすがに持っただろ。それでもタイマイならきっと。ハリネズミなめんなよ。かわいい。かわいい。ロマンチックな写真だな。かわいい。リスでも女にバラの花をあげるというのにお前らと来たら。ロマンチストなリスだこと。ほっこりした。なぜオスとメスだと思った？増加で台無しだわ。バラがどう見ても増加なけん。かわゆすなぁ、増加？花びらの先を拡大したけど増加とは思えなかったけどな。リスが花を食べるのは結構有名だし。いや増加だろ。こんな適当な葉脈の植物がいてたまるかよ。色、質感、葉、どこをどう見ても増加。本物見たことないのか？それとも何一つまともに見ちゃいねえんじゃねえか？話題の人間のように体を洗うネズミ。洗ってるな。洗ってるね。中に小さい人が入ってるんだろう。そう見えるだけだろう。そう思って動画を見たら本当に洗ってた。お前は一体何なんだ？綺麗好きのネズミはロタ。お尻もちゃんと洗うなんて綺麗好きさん。フェイクだったとしても可愛い。想像したよりも人間のように洗ってた。これはボディーソープにでも落ちて削ぎ落としてるんだろ。あいつらやるぞ。体にまとわりついた異物を落とす。この動画のように両手使ってな。排水口に比べてでかすぎる。と書こうと思ったら、本当にでかかった。でけえ。かわいい。かわいいわ。でもこれペットとして流行ったら後々ヤバそうだな。ウィキペディアに、食用やペット用の乱獲などにより生息数は減少している。って書いてあるね。クワッカワラビーとかいうコビウリ害獣。グーカワ。何は露天然。クワッカワラビーオスこれ。かわよ。レッサーパンダより可愛さがレッサーだからしゃあない。思ってたワラビーと違ったわ。カンガルーの小さいやつの方かと。同じく有袋類や。カンガルーっぽいのやったらベネット赤首ワラビーとかダマワラビーがおるで。ハエ8匹。クワッカワラビーの朝食がこちら。はーん。なんだ。可愛いじゃないか。なんじゃこりゃ可愛すぎんだろ。これはあざとい。自分が可愛いって分かってやがる。これはけしからん。実にけしからんよ。ああ、これは分かってるね。子犬みたいな可愛さ。読んだ？ジャージ姿でもおしゃれ扱いされるタイプの顔だな。ヤングキングに連載してるキッポのヒロみたいだ。今日から俺は、の主人公こんな頭じゃなかったか？なんでもふもふしてる動物は可愛いのに、俺のふさふさの胸毛はキモいの？いや、可愛いよ。プンク。なんか始まっちゃう。
もぞもぞ動く細長いモフモフ、メクラネズミさんが可愛い。メクラネズミ。動いてるの初めて見ました。これかな？モグラに似て目や尻尾が退化しているのが特徴的なネズミだね。モグラネズミとも呼ばれるくらいモグラと似てて、もうモグラでいいんじゃないかなんて言われてるけど、モグラかじゃなくてネズミかだから仕方ないね。そのうち名前が変わりそうやな。鳥の世界でも顕著な、アマチュアとプロフェッショナルの違い。へったくそなカモメの顔で草。そりゃ海鳥の足は何かに捕まる構造になってないからな。水かき足じゃ、こういうタッチ&ゴーに不向きなんだろ。そりゃ仕方ないよ。種の違いにプロもアマもないだろ、差別化。水中の匂いすら判別。星型の花を持つモグラ、星花モグラ。はいはいはい群島の生き残りがいたのか。この突起動かせるのか？何かに似てるなぁと思ったらあれだ。ドラクエ5のゲマの手の形に似てるんだな。なんとなくだけど。地上を歩くのはとても苦手だけど、不器用ながらも頑張って歩くモグラが可愛い。モグラって地上に出るとすぐ死ぬって聞いたけどそうじゃない種類もいるのかな？いや、外国のは知らないけど日本のモグラは地上でももうスピードで走れるよ。猫が生きたのを家の中まで加えて持ってきたんだけど逃げ足があまりに速いので巨大ゴキブリかと思って焦った。動きが奇妙すぎて人形を使ったフェイクに見えるんだが、ネットに毒されすぎなのか。おもちゃみたいにカクカク歩いて可愛い。カピバラとかいう可愛すぎる生物。意外とゴワゴワしてる。針金みたいな毛してるよな。ウォンバットとかいうぬいぐるみも可愛いよ。ぬいぐるみが可愛くて集めてたわ。いいよね。月種類可愛い。ネズミがダメな妻は動物園で見かけると全力で逃げる。わろた。コントかな？ウサギにワニ離したら鳥に持っていかれる動画もあったな。女の子可愛すぎ。ガチの悲鳴で草。これは一生忘れんだろな。子供にネズミ素手で触らせるなよ。これがネズミやからあんま金持ってないで。これワンチャン食おうとしてるの？カピバラやぞ。食われようとしてんのにのほほんとしすぎちゃうか。甘噛みはじゃれ合いや。気持ちよさそうな顔してて川よ。カバの食事、迫力がやばすぎる。はいすごい。臭いけど川よ。この豪快さ。憧れるわ。食い方汚いな。カバに求めてもしゃあないけど。皮食わないようにしてて草。半分くらいこぼしてるやん。めっちゃこぼしとるやん。半分くらいに切ったれよ。効率悪すぎるな。昔の日本人さん、十二支を合体させたキメラを生み出していた。かっけー。かわいい。弱そう。猫入ってね。前足猫じゃね？猿はどのあたり？アナルからヘビ出てきてんな。それはヘビじゃなくてサナダムシだぞ。こんなんありなら年賀状業界商売上がったりだろ。そもそも優雅合体生物だし。動物園、経営が苦境になり、ライオンが傷をつけたジーンズやカワウソの手形を販売。賢い。やん。飯代を自分で稼ぐ動物たち。カワウソの手形色紙が一番人気らしい。ライオンダメージええな。大体ガチで欲しいやつばっかで草。臭そう。ワイも欲しい。欲しいが7万か。ブランド物よりレアやで。ペンティいけるやん。普通にありそうな感じ。思いのほかええ感じやな。ええやん。ああ欲しい。